ねえ、月明かりの浜辺にどんな秘密があるか知りたい？ひらめきが枯れてしまったら、私は潮風に心を潤わせに行くの。あの冷えた雨の夜もそうだったわ。あの日は引き潮の後をたどって一人砂浜を歩いていてね、人手を拾おうとしたら砂に埋もれた瓶を見つけたの。あまりにわざとらしい伏線でも気になって、ざらついた瓶を拾い上げ、湿ったコルクを引き抜いたら黄ばんだ羊皮紙が落ちてきたわ。それは地図のようで、3つの印を結ぶいびつな線が私のいる浜辺から岬の方に伸びている。ねじれた木を通って近海にある三日月型の島へと続く。その入り江には宝箱と怒りを描いた絵と横に短い謎解きがあったわ。ねじくれた木より立ち、崖の果てなる霧へ、嵐の中に宝は眠る。羊皮紙以外にも瓶にはきれいな石が入っていたわ。半透明でガラス質、輪のような模様があって赤紫に輝く瞳のように私をじっと見つめてくるの。でも一番驚いたのはコルクの黒い火事の印。行方不明と海胆屋で噂されていたある船のものだった。秘密の裁縫、解き明かされていない謎。好奇心に火がつくには十分でしょ。気づけば地図を握りしめて一番近い印へ駆け出していたわ。どれくらい歩いたか、やっと直角に折れた枯れ木について、その根元に座礁した古いボートを見つけた。私は2つ目の謎を解くため船を海へ押し出して枯れ木の刺す方へ出発したわ。けど漕ぎ出して間もなく海は暗く揺らぎ始め、羅針盤の針も定まらなくなった。でも磁場の乱れなんて不安はすぐに断崖が見えてきた興奮にかき消された。私は謎の答えに近づいているって。次なる謎のために私は崖沿いに船を進めて、ついにうねる断崖の果てで深い霧へと入っていったの。少しして向こう側に光がちらつき出して、それはまだ弱々しかったけれど隠されたお宝が手招きしているみたいで、私は荒波も気にせず嵐の中心へ漕ぎ出してしまった。けれど難破した船の山が見えた時はさすがに危ないところへ来ちゃったと思ったわ。あっけに取られながら島のような大きな影を見つけた時、真っ赤な稲光がバリバリと濃霧を引き裂き、海に反射して辺り一面を燃えるように染めた。その赤い光が私を捉えた瞬間、なぜか嵐の中心さえもが獲物を見つけたようにこちらへ狂ったように迫ってきた。大きな波に揉まれボートが覆りかけても赤い雷光は止まる気配さえない。どんどん近く、眩しくなってもう目も開けられない。そんな絶望の瞬間、夜を貫くような角笛の音とともに一艘の帆船が現れたの。逆光の中、帆柱には見覚えのある黒い火事の印。甲板は助けを求める叫びで満ち、私たちのすぐそばに迫る大波を示していた。
嵐に飲まれると思ったその瞬間、波の奥をキラリと緑の光が横切り、信じられない速さで海の底から登ってくる。そして山のような頭をした何かが私たちと大波の間に立ちはだかるように現れた。光る目で私と帆船を見下ろす大いなる海の獣。その背後では緑色の光る霧が壁となって荒れ狂う波を押し返していたの。けれどその右目の奥に輝く赤紫の光に帆船の水夫たちが目の色を変えたのが分かった。あれはただの光じゃない。莫大なエーテルを秘めていて、どんな荒れた海でも航海できるようになると船乗りが追い求めてきた深き海の宝。甲板はにわかに騒がしくなり、水夫たちの放った森が頭上をかすめ、恩を仇で返された怪物の目に深々と刺さった。瞬間、苦しみの叫びが帆船の窓を割って希望の象徴だった緑の光も不吉な赤に変わる。大きく揺らいだ怪物の頭から赤く輝く眼球が流星のようにこぼれ落ち、続いてどす黒いエーテル粒子が噴き出した。怒った怪物は巨大な尾びれを振り上げ、黒い火事の印がついた方を引き裂いたわ。混乱の中、私は一人の水夫に目を留める。彼は砕けた甲板に森の刺さった目を引き上げ、そしてためらいなく光を失った瞳の水晶を割り砕いて、奥から小石ほどの物体を取り出した。紫の光を放つ真紅の宝石。彼はそれをそっと瓶に入れると、血に染まった波が船を飲み込む寸前、震える手で唯一の救命ボートに乗って赤く濁る霧へと去っていった。けれど苦しむ怪物の叫びは消えるはずもない。強力なエーテルが目の前の凄惨な光景を巻き込み、別の時空を切り開く。私には見えた。霧に潜む大きな影が船の残骸の間を縫って向かってくる。それは怪物に追われ逃げ場をなくしたあまたという船乗りたちの末路。私のように嵐に眠る財宝を追って復讐に狂う怪物の餌食となった船たち。夜空をつんざく叫び、激しい雨で我に返ると、依然として嵐の中心は私めがけて迫りつつあった。赤い稲妻が牙をむき、残された理性を蝕んでいく。正気の瀬戸際、混乱した頭で考えたわ。あの怪物が求めているものが何なのか。そう、私は最初からこの手に握っていた。その大きな口がガパッと開いたその時、私はあの瓶に入っていた赤い瞳の宝石を怪物の右目に開いた穴めがけて投げたの。その瞬間、あんなに騒がしかった嵐はピタリとやみ、空と海を覆っていた霧が潮のように引いていく。エーテリアスと化してなおさまよう犠牲者たちの感謝にも似た振る舞いに、彼らもまた永遠の安らぎに帰っていったのだと分かった。
どれくらい経ったのか。気づけば最初の浜辺にいて、水平線に日が昇ろうとしていた。肌に感じる光が嘘のように暖かく、今までの一切が悪夢だったのかと思うくらい静かだったわ。でもポケットには濡れそぼった羊皮紙があって、目を閉じれば何もかも鮮明に思い出せた。だから忘れないうちにこの風変わりな冒険を怪談として記録しておこうと思ったの。聞こえた？あの低くうなるような呼び声はきっとありがとうかもしれないわね。